さんトライアングルです。というわけで今回なんですけど、来たる1ヶ月と10日後ですね、に呪術廻戦ファントムパレードハーフアニバーサリーが登場というかね、ついに来るんですよ。なので今回そのハフバで来るであろう最有力キャラというものをちょっと今回ね予想していきたいなと思います。どうなん結構ね合ってるとは思う大体結構ねいやでも今回でも特に分かんないか。特に今回は分かりづらいけど、その中でも有力のキャラクターをちょっとお話ししていきたいんですけど、まず先に言っとくと海玉玉折はもう終わりだと思う。もうないんじゃないかな。もちろんね灰原とかそれが復刻の時に灰原が来る。だから周年キャラっていうよりかはその海玉玉折のねそのハーフアニバーサリー中にその呪術廻戦ゼロでミゲルが来たような感じで、呪術廻戦ゼロで灰原とかなんかアンケートでねいたんでね、灰原とかあとメイメイ学生メイメイとか来るかもしれない。でも多分そういうその周年で海玉玉折をメインでやるっていうのは多分もうないと思う。理由としてはまずもう海玉玉折ストーリーとしてね結構もう完結してるっていうのもあるし、あと何より去年0.5 周年ハーフアニバーサリーどっちも海玉玉折だった理由としてはやっぱり去年なんて特にその映画やったじゃないですか、海玉玉折復活というかね、それがあったから去年は海玉玉折にしたと思うんですよね。その復活の映画というか総集編か、海玉玉折総集編っていうのがあったからそこの宣伝も含めてハーフアニバーサリーに海玉玉折が来た。でも今回はそういうのもないっていうところで海玉玉折っていう線はちょっと抜いたとして、じゃあ何が来るのかってなった時にやはり渋谷事変プラス死滅回遊1体そんな感じなんじゃないのかなと。現実的なところで言うとやっぱり死滅回遊はまだ来ない。もちろん前編のキャラはちょろっと多分出してかここのアニメ放送記念とかでグラフィックあったじゃないですか。そのキャラクターが多分ちょろっと出てちょっとずつね本当に重要な時にポッて出てきてなんか告知とかそのなんか呪術廻戦なんかがある時にその盛り上げるためにちょっと出してくるみたいな感じだと思うんだけど、前編のキャラクターね。それ以外で言うとやっぱり今渋谷事変それこそ今ももちゃんとか出てきてるわけじゃないですか。裏梅とかももちゃんとかで、そっから舞さんが近々来るんじゃないみたいな感じでだんだん渋谷事変が終わりに近づいてきてる。キャラクターも来てるっていうことで渋谷事変のキャラクターまだもう皆さん待望というか全然出てこない。かつ今回の条件としてはかなりやっぱりハーフアニバーサリーでも納得できるキャラって言ったらあれなんだけど、それのキャラクタープラス戦闘アニメーションモーションがあるキャラクターだと思うんですよ。もうこれ今この現状で戦闘アニメーション、要は敵として出ているキャラクターとかそういうキャラクターが多分かなり有力だと思う。そうなってくるとやはりずっと出てこない2キャラ、マコラと賢弱、この2体が出てくるんじゃないのかなと、ハーフアニバーサリーで。さらにそこでもう1体直哉あたりがそのストーリーイベントという形で、この乙骨くんのストーリーイベントあったじゃないですか。それ今やってるねこのストーリーイベント、それを直哉が5月の何日だそれとかで直哉のストーリーで登場、新プレイヤブルキャラクターとして直哉が登場でかなり満足のいくんじゃないかな。マコラと賢弱とで完全新キャラとして直哉が来たらすごく渋谷事変もあるし死滅回遊もいる。でも死滅回遊のキャラクターがじゃあこれからポンポン出てくるかって言ったらそういうのではないと思うんだけど、でも順番的にも長宗は死滅回遊長宗って可能性もあるけどでも多分ハーフアニバーサリーで出すとしたら新キャラでしょっていうところでまだ実装されてないキャラクターっていうとマコラもそうだけど死滅回遊でいうと直哉そこがかなり落ち着くとこなんじゃないかな。やっぱり直哉だったらみんな回したいでしょ。直哉回すでマコラ回したい、賢弱も回したいってなると思うので、そっから多分3体じゃなくてもう1体とかだとすると呪術廻戦海玉玉折復刻ガチャそこで灰原とかメイメイとかじゃない歌姫とかそのあたりがバッファーとか個人的な伊地知さん来てほしいんだけどね。伊地知さん SSR とか来てほしいけど
まあそのあたりのキャラクターが4体目のキャラクター、海玉玉折のキャラクターが4体目あたりで、来るんじゃないのかなと思います。あと五条悟の話なんですけど、今のところね、なんと五条先生、僕の間違いがなければハーフアニバーサリー、そしてアニバーサリーどちらも出てます。もちろんね 0.5 は海玉玉折で、1周年は領域展開五条悟、そして1.5 周年は海玉玉折覚醒五条悟、そして2周年は 0.2 秒五条悟。じゃあ 2.5 周年もやっぱり五条悟にっていう感じになる。もし僕は来ないと思う、五条先生は今回いくらなんでも3周年では多分呪術廻戦ゼロ五条悟は3周年に来ると思ってるんですけど、やっぱり百鬼夜行に合わせてね、呪術廻戦ゼロコラボというか、そこで五条悟はそっちで来ると思ってて、じゃあ 2.5 周年はじゃあなんだってなった時に、一つちょっとね個人的にあるんじゃないかな、もし五条悟が来るとしたらあるんじゃないかなって思ってるのが、ついに実装タッグ、やっぱりタッグ出すって言ったら周年だよねってなった時に、海玉玉折五条悟ゲトスグル、なんかもしタッグ来るとしたらここだよねっていうタッグシステム。やっぱりタッグといえば2人じゃん。もちろんね他にも虎杖裕二東堂とかあるけど、やっぱりこの時期海玉玉折、もしまた今回も海玉玉折で来るとしたら、そのタッグが実装だったら、これはみんな引きたいよね。五条悟とゲトウスグルタッグなんてやばいもん。でもありえなくはないかなと。でもやっぱり基本線はマコラと賢弱直哉だと思ってはいるけど、もし出すとしたらそこよな、そのあたりで。じゃあスクナってなった時に、これまたタッグで虎杖スクナ、この場合タッグだから、虎杖くんがやられたらスクナが出るとか、それか虎杖くん戦ってる時にスクナと切り替わりっていうボタンがあって、この虎杖くんからスクナに切り替わるみたいな。で戦ってる時にまたスクナも虎杖に切り替わるっていう、そういうシステム。それは多分タッグだったらだいぶやりやすいというか、なくはないのかなということで、だから僕の一応予想とすると、もしあるとしたら、一応基本線はマコラ賢弱直哉の可能性の方があると思ってるんだけど、渋谷陣営のキャラクターでね。でもあると本当にじゃあ無理やり五条悟とスクナ出すってなったら、五条悟ゲトウスグルタッグで、スクナ虎杖裕二タッグ、それもあるんじゃないのかなと思ってます。ちょっと皆さんのね、よかったら意見もぜひ聞かせていただきたいので、絶対じゃあこれが来るっていうのは今回正直わからん。前は結構わかりやすかったよね。風がスクナが来るとかさ、なんかそういう、0.2 秒五条悟とか結構予想通りだったじゃん。だから今回東堂とか虎杖くんが来るかなと思ったんだけど、東堂は意外だったけど、大体来るかなって思ってたキャラクターが来て、賢弱裏目が来んかったのは意外だったけども、その後すぐ裏目は来たしね。なんか分かりやすかったんだけど、今回はマジで読めない。だから逆に楽しみので、ちょっと皆さんのねなんかそういう予想とかありましたら、よかったら教えていただけるとありがたいです。一番嬉しいのはマコラとかも使いたいけど、やっぱり一番見たいのはあれだな、五条ゲトタッグ、その2人で、あと虎杖スクナタッグ。いやちょっと理想、もしタッグシステムが出るのであれば、それができなくは多分ないよね。その2回攻撃っていうのがあるわけだからとか、あと最近で言うとさ、幻虎杖くんがその警戒とか切り替えれるようになったじゃないですか。感じでその切り替わりシステムっていうのもできるんじゃないのかなと思ってるので、ちょっとそのあたりもね楽しみにしましょう。そしたらもういろんなタッグあるんだろうな。ミワちゃんとメカ丸とか、うわいいな。一番いいのは東堂と虎杖ちょっとやりたいんだけど。はい、というわけでじゃあ今回一旦ちょっとこのあたりで終わりたいと思います。よかったら皆さんのねご意見も聞かせていただけると非常にありがたいです。それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。